もしかしたら来月からあなたの家のガソリン代や電気代がガラッと変わってしまうかもしれません。これはどこか遠い国の話じゃないんです。これからお話しすることは皆さんの家計に直接関わるすごく大事な話なんです。ちょっと想像してみてください。もしガソリンがこれからお見せする価格になったとしたら、僕たちの生活って一体どうなっちゃうんでしょうか。328円。そう、328円です。これ冗談みたいな数字に聞こえるかもしれませんけど、野村総合研究所が試算した最悪のシナリオでのガソリン1リットルの値段なんです。いやー、信じがたいですよね。でもこれが現実的な可能性として今議論されているんです。じゃあこれが具体的にどういうことなのか見ていきましょうか。これはね、ただガソリンがちょっと高くなるなんていう単純な話じゃないんです。僕たちの家計そのものを根本から揺るがす大きな変化の始まりかもしれないんですよ。今、レギュラーガソリンの全国平均ってだいたい1リットル190円ぐらいですよね。それが危機的なシナリオだと328円にまで一気に跳ね上がる。これ計算すると 70% 近くも値段が上がるってことなんです。ものすごいことですよ。じゃあ、一般的な家庭で考えてみましょうか。例えば、月に60リットル車に給油するお家だと、ガソリン代だけで毎月8232円も負担が増えちゃうんです。それだけじゃない。電気とかガス代も3000円から5000円くらい上がる可能性が高い。そうすると、全部合わせると、毎月の出費が3000円も増えるって計算になるんです。これはきついですよね。でも、そもそも、なんでこんなことが起こる可能性があるんでしょうか。その原因は、世界のエネルギー供給のまさに喉元とも言えるたった一つの海峡にあるんです。これ、驚きじゃないですか？日本が輸入している原油の実に9割以上がこのホルムズ海峡っていうたった一つの場所を通ってきてるんです。9割ですよ。だから、もしここが封鎖されでもしたら、それはもう日本の経済活動そのものが止まっちゃうくらいのインパクトがあるってことなんです。そして事態は本当にあっという間に悪化しました。アメリカとイスラエルがイランを攻撃したのをきっかけに、イランはホルムズ海峡を封鎖。すぐさま株価は暴落して、わずか数週間で世界中がものすごい緊張感に包まれてしまったんです。でも、実は日本って過去にも同じような危機を経験してるんですよね。ちょっと歴史を振り返ってみると、今回の事態がどれだけ深刻か、もっとはっきりと見えてくるんです。1973年の第一次オイルショック。あの時も日本は中東の石油にものすごく頼っていました。そこは今回と似ています。でも決定的に違うことがあるんです。当時は産油国が輸出を禁止しますっていう、いわば政策的な判断でした。でも今回は海峡そのものが物理的に封鎖されるっていうシナリオなんです。これはもっと深刻だと言えるかもしれません。1973年、日本経済は戦後初めてマイナス成長になりました。物の値段はたった1年で 25% も上がって、家庭の電気代は2倍。トイレットペーパーを求めてお店に人が殺到したあの買い占め騒動は、当時の社会がいかに混乱したかを象徴してますよね。さて、ここからが多くの人が意外と見落としているすごく重要なポイントです。原油の値段が上がるっていうのはガソリンとか電気代だけの問題じゃないんですよ。多分ほとんどの人は原油って言ったら燃料のことだって思ってますよね。でもそれは大きな勘違いなんです。僕たちの生活は想像しているよりもずっと深く石油に依存してるんです。原油から作られるナフサっていう物質がプラスチックとか化学製品の元になってるんです。つまりお弁当の容器、洗剤のボトル、それから病院で使われる点滴のバッグまで全部石油製品なんです。さらに言えば農業に絶対必要な窒素肥料も天然ガスから作られますから、食料品にも影響が及ぶのは避けられないんですよね。ここまで問題の深刻さばっかり話してきましたけど、絶望する必要は全くありません。むしろこの状況をちゃんと正確に理解することこそが、僕たちの未来を守るための大事な最初の一歩になるんです。国際通貨基金 IMF は、この状況が
スタグフレーションを引き起こすかもしれないって警告しています。これ、どういうことかっていうと、物の値段はどんどん上がるのに、お給料は増えない。それどころか仕事も減ってしまうっていう、僕たちにとって一番苦しい経済状態のことなんです。でも、この言葉の意味を、そしてその背景を、今こうして理解したあなたは、もう何も知らない大多数の人たちとは違う場所に立っているんです。不安を煽りたいわけじゃないんです。ここからは、じゃあ具体的にどうすればいいのか、その行動について話します。今あなたにできること、その第一歩って驚くほどシンプルなんですよ。何か難しいことをする必要は全然ありません。今から5分でできること。たった一つの行動って何だと思いますか？まずは、お家のポストに入っている電気とガスの料金明細を見てみてください。そして、自分の家の料金プランが今後の価格変動に直接影響される変動料金制なのか、それとも影響されにくい固定料金制なのか、ただこれ一点を確認するだけでいいんです。それだけであなたの家計が今どれくらいのリスクを抱えているかがはっきりとわかるんです。経済学者のケインズはこんなことを言いました。長期的に見れば我々は皆死んでいると。これって遠い未来の言葉ばっかり考えても意味がないってことなんです。今目の前にある嵐にどう立ち向かうか、その短期的な行動こそが未来を作っていくんだと。今日、この解説をここまで見て、ちゃんと情報を得ようと決めたこと、その小さな一歩が明日、そしてこれからのあなたの家族を守るための一番大事な選択になるはずです。そう、知ることから備えは始まるんですから。